速報です。岸田首相に関する新たな疑惑に関するニュースが飛び込んできました。岸田首相に新たな疑惑で実現近づく特別定額給付金10万円の2回目ということで、給付金の最新情報についてお話しさせていただきたいと思います。で、この給付金、特別定額給付金の10万円の2回目っていうのがまだあるかないか分かっていないんですけれども、ただこの岸田首相に新たな疑惑が浮上するということによって、この実現が近づくといったようなことがありましたので、お話しさせていただきたいと思います。で、今日この動画をご覧になっていただいている方は、個人の方で、給付金の申請が始まったらすぐに申請したい。できるだけ早く給付されたい。あるいは確実に給付を完了させたいというふうに思っていらっしゃる方がほとんどだと思いますので、新しい情報が出たらすぐに知りたいという方はぜひチャンネル登録をしていただければと思います。また新しいこういった動画で給付金の情報をお話しさせていただいたときに、すぐに動画でご覧になっていただけるようになりますので、そういった方はチャンネル登録をしていただければと思います。それでは早速いきたいと思います。先ほど言ったように、この特別定額給付金の10万円、これの2回目っていうのはあるかないかっていうのはまだ分かってないんですけれども、この岸田首相に新しい疑惑が発覚したということで、実現が非常に近づいているといったようなことになります。また動画の後半でお話しさせていただきたいと思うんですけれども、まず特別定額給付金ってそもそもなんだっけというところなんですけれども、これはコロナ禍にあった全国民を対象にして1人10万円を給付しますといったような給付金のことです。で、その2回目って何ということなんですけれども、国民としてはこの特別定額給付金の1回目があった時のような、コロナ禍ですね。コロナ禍のような、非常に苦しいといったような状況にあるので、ぜひその2回目をやってくださいといったような声がめちゃくちゃ上がっているといったようなことになります。で、そもそもこの特別定額給付金の1回目っていうのは、国民の声を受けて、給付が決定したといったような経緯があります。もともとは1世帯30万円給付ということで閣議決定したんですけれども、世論、いわゆる国民の声ですね、を受けて、公明党が、そういったことで国民の皆さん言ってますよということで自民党に突き上げたりとか、あるいは自民党の中でも若手の議連とかがですね、10万円給付やりましょうよということで、自民党の幹部を突き上げてですね、閣議決定を組み替えて1人10万円で決定したといったような経緯があります。ただ、この時は公明党だったり、あるいは自民党の中からの声に加えて国民の声があったといったような形になりますので、10万円給付っていうのを実現していくために、やはり与党の中で言われていないとなかなか実現が難しいといったようなことがあります。で、今10万円給付を政策にしている党っていうのは、ちょっと野党に限られるというところがあります。国民民主党が10万円給付ということを言っていたりとか、あるいはれいわ新選組は春夏秋冬、四半期に1回ずつ10万円給付するということで言っていたりとかします。ただ、先ほど言ったように野党になりますので、なかなか大逆転して給付されるっていうシナリオはないんじゃないかなというふうにも思われるんですが、大逆転して給付といったようなことにもなり得る可能性があるシナリオというものが、実現が近づいているといったような状況です。それについてお話しさせていただきたいと思います。先ほど言ったように国民の声としては、とにかくコロナ禍よりも苦しいといったような現状があります。それは物価が上がって給料が上がっていないからに他なりませんと。物価は例えばスーパーに行っても食品ですね。2割3割去年より上がっているっていうものはもうザラにありますと。で、給料は上がっていないという状態ですと。大手はベア 5% と言われていたりとかするんですが、その 5% っていうのも、そもそも基本的に自動的に昇給しますよって言われているのが2%、3% ぐらいあってですね。それ以外の部分が含まれて、それも含まれてのベア 5% なので、実際は 2% としか、本当に数%しか上がってないといったような状況になります。で、さらにそれも大手の企業のベースアップというところにとどまりまして、一般的な我々国民の大半が勤めるですね、中小企業というのはほとんど給料が上がってないというところがあります。物価が上がり給料が上がっていないので、超低支持率になっていると。岸田首相とか、あるいは自民党は、ものすごい低い支持率になってますよということがありますと。で、じゃあ、岸田首相とか、あるいは自民党に関しては、じゃあ、このまま国民の声を無視し続けるんでしょうかというところなんですけども、それを無視できないといったような理由がありますと。それは、岸田首相が首相でいるためには、
解散が必要といったような理由があります。これは何かというと、今年の9月に自民党の総裁選があります。で、その総裁選の翌年、2025年の10月には衆議院の任期が来ます。で、任期まで行くっていうことは衆議院はほとんどなくて、99% 大体解散になりますと。戦後は解散にならなくて任期を迎えたっていう例は1例しかないので、ほとんどがこの任期までに解散になりますと。いったような中で、1年後、衆議院の選挙、そこまでに必ず行われるのに、自民党総裁選で、今、めちゃくちゃ低い支持率の岸田首相を再選させるというふうなことはちょっと考えにくいですと。で、もし再選してしまったとなると、この衆議院の選挙を、岸田首相を自民党の顔、自分の党の顔として選挙を迎えることになるんで、ちょっと厳しい戦いになるということも予想できますと。なので、おそらくこのままいったんでは、この低い支持率なので、自民党の総裁として再選することができませんということなので、岸田首相としては首相でいるためには解散をしていく必要がありますと。解散をして議席を減らしたものの、自民党が過半数を確保して、なんとかですね、過半数を確保して国民の信を得ましたということで、自民党の総裁として再選するといったようなシナリオを目論んでますと。さあ、じゃあ岸田首相はどのタイミングで解散していくっていうことを目論んでいるんでしょうかというところですね。衆議院解散はいつかということですね。で、国会の中で野党が質問していますと。れいわ新選組、山本代表がですね、いつ辞めるんですかと、いつ解散しますか、そしてもう一回いつ解散しますかという質問をぶつけています。そこでは、今は辞めることは考えてません。今は解散は考えていません。今は解散は考えてませんということで、とにかく今は解散するっていうことは考えていないといったようなお話でしたと。で、さらに立憲民主党の辻元議員が、総理、4月に一か八かの裏金解散考えてるんじゃないですかというふうに質問したところ、全く考えていませんというお話でしたと。岸田首相がもし嘘は一切言っていないという前提に立つのであれば、4月の解散は絶対ないけれども、今は考えてないっていうふうに言っただけなので、それ以外で解散する可能性はあるわけですね。6月の解散をもしかして考えているということが浮かび上がってきますと。で、ちょっと、振り返りますと、この1月から6月まで通常国会が行われていて、ここで政治資金規正法の改正をするというふうに岸田首相は言ってますと。で、さらにこの6月からは、去年の年末に決めた減税4万円というのがスタートするタイミングでもあります。この6月までに政治資金規正法の改正を行って、そして6月から減税スタートということで、国民の今回の低い支持率になっている、政策の失敗ですとか、あるいは裏金の対策ですね。そういったことを、ここで少しでも国民の支持を得るような政策をやって、そして解散というところが、一番岸田首相が、解散しやすいタイミングであるということが言えてきますと。さあ、岸田首相の最新の支持率、去年の頭に出た支持率ですけれども、JNN、これは TBS 系ですね、の支持率は過去最低を更新しています。22% ですということですね。不支持率はなんと 74% にも上っているといったような状況です。さあ、先ほど、解散のタイミングを狙っているといったものの、この超低支持率であれば、もうさすがに諦めるでしょうということも考えられるんですけれども、いやいや、岸田首相は諦めていませんということですね。9月で退陣するんでは、いやいやいや、解散で勝負に出るでしょうということですね。というのも、去年のこの6月、通常国会が終わるようなタイミングで、解散って考えてますかというふうにマスコミに聞かれて、状況次第で判断というふうに言っています。岸田首相は、もうどこまでも首相でいたいというふうに考えているに違いありません。それは、言動からも読み取れますと。で、さらにその去年のその6月の時期にも状況次第で判断というふうに言っているので、当然今も計算というか、解散のタイミングについて考えているといったようなことがあります。なので、ここから9月までの、唯一残されたタイミングとしては、おそらくこの6月に解散をしてくるといったようなところになりますと。さあ、6月に解散をした場合、国民はさすがに怒ってますと。岸田首相はおそらく解散しても過半数確保できるんじゃないかなというふうに思っているかもしれませんが、さすがに国民は怒ってます。もし解散ということになれば、自民党が大敗して過半数割れと
いうことも十分に考えられます。そうすると自民党公明党で与党、過半数の議席を確保するということができなくなる可能性もありますと。でそうなった場合、自公以外のですね3党以上の連立というのが必要になってきますと。でその場合どこと組むかっていうことなんですけども、立憲民主党と組んだり、あるいは維新と組んだりということはちょっと今の状況だと考えにくいので、少し近い政策を持っている国民民主党と組んでいく可能性はあるんじゃないかなというふうに考えられますと。国民民主党っていうのはもともと政府、失礼しました。与党ですね。自民党とか公明党とかと同じような政策で、合意していくって、例えば予算に合意したりとかですね。そういうこともありますし、これについてぜひ一緒にやっていきましょうっていうふうに提案することもあるので、割とこの与党に近いような政党であると。ってなると、国民民主党も一緒に入って3党連立っていうこともありえますと。で、3党連立になった場合、自民党が大敗して、そのめちゃくちゃ議席数減らしたのに、この総裁をそのまま首相として推すってことはなかなかできなかったりしますと。昔の3党連立でいうと、例えば村山政権という時は、自民党の総裁っていうのをそのまま首相に推せずにですね、そういったような形になりました。で、さらにじゃあ公明党をじゃあ首相として推せるかっていうと、やっぱりそもそも公明党って組織票っていうふうな問題もあるので、なかなか公明党のその代表とか党首とかをですね、そのまま首相に推すってこともなかなか世論的に難しかったりもしますということがあるので、この3党連立を組んだ場合、国民民主党はもしかしたら議席を増やす可能性がちょっとありそうなので、その議席を増やして一緒になったその国民民主党の玉木代表を首相として推して、そして首相になるという可能性も十分あるということですね。さあ、お気づきの方もいらっしゃると思うんですけども、国民民主党は10万円給付というものを謳っている党です。さあ、お待たせしました。そして国民民主党の政策、おさらいしたいと思います。10万円給付というものに加えて、消費税減税というものも柱の政策にしています。で、これは昨年の11月に参議院に消費税減税法案というものを国民民主党から提出しているということもあって、この10万円給付だけでなくて消費税減税というものも実際に柱の政策にしているというところです。で、消費税減税っていうのがそもそも望まれている理由ということについてちょっと整理してみました。今回こういった給付金に関する動画出させていただいてますけど、かなり再生していただいてて、で皆様のコメントの中でやっぱり一番多いのが消費税減税もぜひやってくれというふうな声です。で、消費税減税が望まれている理由っていうものをちょっと代表的なところを整理してみましたと。で、それはやっぱり消費税の負担が大きいってことですね。何か物を買うことについてずっとかかってくるので、その負担が大きいですよという声だったりとか、あるいはその逆ですね、経済的影響の持続、つまりそれがなくなれば経済的負担が軽くなるというものが持続しますよという声もあります。それから先ほども言ったように、物を買うということについてかかってくるのが消費税です。それがなくなれば消費が刺激されて、たくさんのものが買われて景気も良くなるといったようなお声もあります。それから税負担の公平性という声もあります。所得が、多かろうが少なかろうが、同じ値段のものを買うときには同じ額の税金がかかりますというのが消費税です。なので、例えば消費税をなくして所得税というところでより税金を取るというふうな形にしたら公平なんじゃないかなというふうなことをおっしゃる方もいらっしゃいますというところですね。さあ、国民民主党に聞いてみたということで、実際にこのストーリーも考えられますよと。そして玉木代表が首相になるってこともあり得るんじゃないかなと本気で思ってますと。で、その場合実際に玉木首相あるいは国民民主党はこういった柱の政策、10万円給付とか消費税減税ちゃんとやっていきますか、実現に向けて動いていきますかということで質問させていただきました。で、国民民主党の本部、玉木代表には聞けなかったんですけれども、本部の方は、衆議院選挙に向けてブラッシュアップしていく可能性はあるんだけれども、この柱の政策、10万円給付、消費税減税というものはブレる可能性は低いと思いますと。なるほどと。じゃあ首相になったらやっていくんですねと。わかりましたと。信じますよ、国民民主党ということで、もし玉木代表が首相になれば、国民民主党としてはその政策でどんどん押していくということが分かりました。で、とにかく全ては衆議院選挙にかかっているということがありますと。で、ただ
衆議院選挙にかかっているんですけども、なかなか衆議院選挙でこのひっくり返しづらい、与党を逆転して政権を取りづらいといったような現実もあったりとかします。で、それを狙って岸田首相はこんなに低支持率であるのに、解散してチャレンジをしようというふうに思っているというところです。どういうところが闇かというところですね。一番はとにかく小選挙区制度の闇ということがあります。で、その小選挙区制度の闇たくさんあるんですけれども、まず一つ目は結局地元推しに入れてしまうということがあります。小選挙区っていうのは、全国を区割りしてそれぞれの地域で投票して、勝った人が議席を手に入れるというふうな制度です。例えばここは千葉県の船橋市ですけれども、名士としてですね、野田元総理という方がいらっしゃいます。で、そうなると例えば、自民党も各地域に、小選挙区で勝っている議員がいると。で、それで議席確保して、衆議院に行っている議員というのはたくさんいるんですけれども、その地元の議員、例えばここで言うと、その野田首相元総理ですね、野田元総理がいらっしゃるんですけれども、その例えば野田さんが自民党であったと、そして裏金をやっていた議員であるというふうになっても、自民党が低支持率であっても、やはり地元が推している、もともとずっと推している野田さんであれば、もしかしたら投票してしまいかねないというところですね。で、もともと地元の支持も高いですし、朝6時から朝9時までですね、1週間のうち3日も4日もですね、チラシ、瓦版みたいなのを配ってらっしゃったりとか、選挙活動ともなれば当然、地元を練り歩いてですね、さらにはもう最終日ともなれば船橋駅の北口の交差点に立ってですね、雨が降っても関係なくですね、ずぶ濡れになりながら車とか、バスに手を振ると。で、そうなるとやっぱり入れてしまうんですね、票を。そういったこともあります。で、自民党で裏金をやってたと、もしなったとしても、野田さんもその慣習で裏金やっただけで、特に悪気はもしかしたらないんじゃないかなと、刑事告訴されたわけでもないし、ということでもしかしたら入れてしまうということがあります。なので、いくら自民党裏金をやってたとしても、もしかしたら地元推しで小選挙区で勝ってきてしまうというものがあったりとかします。それから今言ったように、自民党ということで与党のアドバンテージもあります。例えば自民党っていうのは政権与党なので、地元に対してやっぱりいい政策をしてもらいやすいんじゃないかというふうに思いがちということがあります。やっぱり政権を持っている党の議員が地元で、地元の小選挙区で、当選していてほしいというような与党アドバンテージというものもあったりとかします。それから小選挙区って擁立されてない選挙区があったりとかする、立候補してない選挙区があったりとかするってことですね。今回でいうと例えば国民民主党とか、あるいは例えば維新とか、推したい政党がいたりとかしても、その政党の議員がその地元で立候補してないという場合も結構あったりとかします。なので推したいと思っても、自民党の議員は全国津々浦々、全部の選挙区で立候補しているにもかかわらず、その野党のですね、政党によってはちょっと擁立されてない、立候補してない選挙区があって、なかなか人気の割、国民の例えば、世論調査してですね、政党の支持率という割にはその擁立してない区があるので、そのままのこの支持率が反映されず議席をなかなか確保できないといったようなところもあったりとかします。それから野党共闘っていうのもあったりしますね。野党共闘っていうのはなかなかちょっとやっぱり国民の賛同を得にくい、そういった政策ですよね。どういうことかっていうと、自民党でないのであれば、野党どの党、例えば共産党、立憲民主党、あるいは、れいわとか国民民主党とか分かんないですけども、その共闘した党、一緒にやりますというふうに共闘した党であれば、どの政党であってもとにかくそのみんなが立てる、その立候補者に投票してくださいということですね。で、これはそもそもありえないですね。政策に納得したりとか、あるいはその議員の言ってることに賛同して投票するというのがそもそも投票なので、それを自民党でないんであれば全部こっちに入れてくださいと。もうどの政党であっても構わず、もうこの党に入れてくださいと。この人に候補者に入れてくださいっていうことはそもそもありえないので、野党共闘なんて言ってる時点でそもそもありえないと。国民を舐めてるということがあったりします。ちょっとこれは野党は反省しなきゃいけないというところだと思います。
で、例えばですね、その与党アドバンテージとかあるいは野党共闘というのはちょっとつながってくるんですけども、この、自民党に対する党がなかなかいないということもあります。今みんな超低支持率ということで自民党にはノーということで明らかに言ってるんですけども、じゃあその受け皿になる党がいないというところも問題としてあります。ちょっと前で言うと、震災前のですね、民主党みたいにちょっと自民党ではないので今回民主党に任せてみようといったような党があればいいんですけれども、民主党は一回任せて、とんでもなかったというふうな実績があるので、そういう意味でも、自民党に代わる党が今いないといったような状況というものもあったりとかします。じゃあどうすればいいかということで、とにかく比例で絶対どこかに入れるということですね。で、白票にとにかくしないということです。例えば、さっき言ったように、もし野田さん、この地元の野田さんが自民党、ごめんなさい、今立憲民主党ですけれども、例えばじゃあ小選挙区は野田さんに投票しますと。で、その後に、じゃあもしかしたら、立憲民主党の政策はちょっとあんまり賛同できないなと思った場合でも、とにかく自民党以外のどこかには入れるということですね。で、立憲民主じゃないから、じゃあもう白票で出すんじゃなくて、比例で必ずどこかに入れるっていうことですね。で、そうすることによって自民党でない党の議席っていうのが相対的に増えるので、とにかく比例で絶対どこかの票に入れていくということで、小選挙区でなんなら自分が投票したい候補がいなかったとしても少しでも自民党以外の党の議席が伸びていくといったようなところでありますと。さあ、もしこの選挙自民党が大敗するということになれば、可能性が出てくるんですけれども、10万円給付の可能性というのが出てくるんですけども、実際にどのようになりそうかというところをちょっと予想してみましたということですね。で、衆議院選挙の結果予想ということで、自民党はもともと260議席今衆議院で持ってますけれども、小選挙区190議席っていうことでかなり小選挙区で勝ってきてます。ちゃんと各地域でそれぞれの候補がですね、国民の信を得て勝ってきているということです。衆議院選挙、ごめんなさい、衆議院っていうのはそもそも定数が465議席あります。で、そのうち小選挙区っていうのは289なんですけれども、この自民党の議席260のうち190が小選挙区なので、その衆議院全体のその小選挙区の割合よりもさらにとにかく小選挙区でちゃんと勝っているというのが自民党です。意外とちゃんと地元で評価を得て勝ってきているという状況です。で、その190議席がどのようになっていくか、あるいは比例議席70議席がどういうふうになっていくかというところを予想しましたと。自民党この190議席のうち、この衆議院議員のうち、いわゆる裏金今回裏金ということでですね、問題になったいわゆる裏金議員というものは何人いるかというと、大体50人います。51人ぐらいいるんですけど、ちょっと計算めんどくさいんで50人にしてますと。で、さらにそれ以外の議員というのは190-50なんで140人いますというふうにしますと。で、裏金議員をとにかく負けさせるというところがポイントになってきます。裏金議員はとにかく支持が低く、各地域で負けてきたというふうに見積もってみます。というか、この小選挙区で裏金議員でもさっき言ったように本当に負けないということになってきたら、そもそも政権交代というのは起きません。はい。裏金議員をきちんと各地域で負けさせる、各小選挙区で負けさせるっていう前提がそもそもこの自民党大半して過半数割るということの実現の条件になってきます。なので小選挙区がとにかく5割負けるっていうことを一回条件に入れてみましたと。で、小選挙区なんでそれ以外の140議席の議席に関してはすごい低い支持率だと言ってもやっぱり8割ぐらいは確保してくるだろうと。この小選挙区制度の闇ということで、2割減ぐらいにとどめてみましたと。で、それからこの比例区は、全国の自民党の支持率がそのまま反映されるとして、先ほど言ったように衆議院の比例区の議席というものに対して支持率今 24.5% が最新の自民党の支持率なので、それをそのまま当てはめましたと。そうすると43議席になりますということで、裏金議員をもし5割ちゃんと負けさせることができれば、
80議席減ということで180議席になるという予想が立つということですね。でそれから公明党に関してはほとんど比例区なんですよね。32議席中比例区は23で小選挙は9なんですけれども、それはそのままもしかしたら来るというふうにちょっと予想しました。これは2つの理由があって、まず1個目は公明党は今回の裏金に全く関係ないということですね。公明党の議員は裏金の疑惑っていうのは全くないので、なんならそのまま議席を確保してくるだろうということと、そもそも各地域のですね組織票がめちゃくちゃ強いというのが公明党です。なので比例区で勝っているというところもあるので、これは意外とぶれないんじゃないかなと。で小選挙区もその地域に公明党ガチガチだったりするんで、それもそのまま来るんじゃないかなということで予想しました。でその結果、自民党の80議席減というところを反映させて212議席ということで、晴れて、衆議院の定数465の過半数割れと、過半数233なんですけども、それを大きく割り込むというふうな結果になりました。さあ、先ほど言ったようにまさに国民民主党との連立が必要になってくるというふうな状況ですけれども、その国民民主党の本気度というものをちょっと探ってみたいと思って、これもちょっと調べてですね、さらに国民民主党に同じように電話をして聞いてみたというところについてのご案内になりますと。で前回実は立憲民主党、ごめんなさい、失礼しました。国民民主党は21人立候補しています。そして11人当選ということで、半分以上が当選しているといったようなかなり高い確率で当選をしてきていますと。で、今回は今現職7名いまして、ごめんなさい。この11名が7名になっているっていうのは、造反者、離反者が出まして、前原さんとか、他数名がですね、国民民主党で立候補して、当選したんですけども、離脱ということで新党立ち上げということでですね、4名離脱しているということですね。で、これに関しては国民民主党で立候補して当選して、その後、党を離れるってことであれば、一回失職してもう一回出直せっていうふうな声があったりとか、私も確かにそうだなっていうふうに思ったりするんですけれども、結果としてとにかく今7名になってますというところですね。で、プラス、23名でしたかね。国民民主党のホームページに載ってるんで、大体30名ぐらい立候補するのかなということで、国民民主党に確認で電話して聞いてみましたところ、そのホームページに載っている、議員とか合わせると現職と合わせてですね、大体30名ぐらいになるんですけども、それ以外にも擁立する予定ですし、あるいは、地方議員とかもいるので、その辺をもっともっとたくさん立候補させていって、合計で40名以上をもしかしたら考えてますということで、現職7名もいることですし、なのでもしかしたらこの40名というところで言うと、もしかしたら20名あるいは30名近いぐらい当選してくるという可能性もあり得るということで、まさにこの3党連立、そして首相になって実現するというところがだいぶ近づいてきたということですね。で、さらに今日動画の一番最初にお話しした岸田首相の新たな疑惑と、岸田首相に新疑惑ということで、岸田首相がご自身で令和4年の6月に開催された政治資金パーティーで新たな疑惑ということで告発がなされましたと。政治資金規正法の違反ということで、広島地検の方に告発がされたと。広島地検の方では、その告発を受理したかどうかということについては明らかにしていないんですけれども、とにかく疑惑、岸田首相自身の政治資金パーティーに疑惑が新たに浮上して、そしてそれに対する告発がされたといったような状況ですね。で、岸田首相っていうのは、この裏金議員、衆議院と参議院合わせて、80数名、82人ぐらいいるんですけれども、そういった裏金の疑惑を抱えている議員に対して、非常に厳しい対応をしていくということで、かねてから言っています。非公認ですね。自民党の非公認であるとか、あるいはそれ以上の対応もしていくということで、言っていたにもかかわらず、ご自身の政治資金パーティーに新たな疑惑ということで、まさか現職の首相がですね、自分の党から非公認で選挙に出るという前代未聞の事態というものも考えられるような事態になってきました。さあ、そういった裏金議員に関しては厳しい対応をしますと言っておきながら、自身にもそういった疑惑があり、そしてその処分というものを自分に対してもすることができるかと
いうことで、まさに万事休す。自民党大敗、そして過半数割れ、そしてこの国民民主党が首相になって10万円給付の2回目というものが現実に近づいているといったような状況です。さらに国民民主党の本部に改めて聞いてみましたということで、政策実現が第一ということで、かねてから国民民主党は言っています。対決よりも解決ということで、そもそもその連立を組むとかどうとかという話じゃなくて、政策ごとに是々非々で、賛成するものは賛成する、反対するものは反対するということでやっていくということでしたので、もう一回改めてですね、もし議席をめちゃくちゃ伸ばして、そして自民党大敗ということになったら3党連立っていうのはありえますかということで、もう一回確認で電話させていただいたところ、連立話っていうのはそもそも今までも言ってないし、今何かあるってことはないです。政局と、つまりその議席を確保して与党になれるかどうかということで動きませんよということで本部の方は言っていらっしゃいました。昨年はですね、例えば自民党が国民民主党との連立というものを検討しているといったようなことを言っていたこともあって、当然水面下ではそういった連立ということについては議論されているのはもうおそらく間違いありませんと。ただ国民民主党を支える後援の組織とかの問題もあって、なかなか連立ということに号を出せるような状況にもしかしたらないので、このまま新しい連立の形ですよね。つまり連立を組んで与党になるということはなくても、それぞれ政策について是々非々で協議していくと。つまりある政策については賛成だけれども、ある政策については反対といったような形で与党と付き合っていくということの可能性はあるということが分かりましたということですね。是々非々で政策ごとにこういうことです。で、そうなるとよりいいなと思ってまして、それ何かっていうと、例えばもし与党に入ってしまうと、いろいろ考えたんだけれども、財源の問題で10万円給付とか消費税減税なかなか難しいよということで飲まれてしまう可能性も意外とあったりとかしますと。で、それに対して例えば政策ごとに是々非々でやるというふうになると交換条件になるんですよね。例えばこの10万円給付の2回目やってくださいよと。そしたら予算に賛成しますよとか、そういった形で交換条件になってくるという形になるんで、より実現が近づくんじゃないかなということで、この岸田首相に新しい疑惑が出たことで、この特別定額金10万円の2回目の実現っていうのがさらに近づいてきたといったような状況になってきました。そして、もしこの給付が実現するということになって、実際にこの6月解散されて、で自民党が大敗、そして、国民民主党の玉木代表が首相というストーリーになったとした場合のその最短の給付スケジュールというものについて、ちょっと予想してみましたと。1回目っていうのはこの特別定額給付金の1回目ですねっていうのは、この閣議決定してから実はもう10日ぐらいでバタバタと申請開始になってますということなんで、もし6月解散されたとなると、7月の中旬ぐらいに選挙が行われて、8月の上旬ぐらいには閣議が開催されるといったような形になって、その8月に閣議開催となると、8月の下旬ぐらいにはもしかしたら申請が開始といったような最短の給付スケジュールというものも浮かび上がってきますと。岸田首相に新たな疑惑で実現近づく特別定額給付金10万円の2回目ということで、給付金の最新情報についてお話しさせていただきました。で、先ほども言ったように、給付金の動画結構皆さんに見ていただいていて、コメントとかをですね、かなりたくさんいただいてます。で、その中で、先ほど言った消費税のことだったりとか、あるいはこの10万円に賛成とか反対とか、たくさんご意見いただいてます。で、こういった給付金に関する動画の、そのコメント、いわゆる国民の声っていうのは、その政治家の方とかたくさんご覧になっていただいていると思いますので、ぜひ少しでもですね、賛成だけでも、反対だけでも、本当に一言だけでも構いませんので、そういったお声を入れていただいて、ぜひその政権に国民の声というものを届けたいと思っていますので、ぜひよろしくお願いします。それから、最初に言ったように給付金に関する動画っていうのは、これでもう何十本目にもなるんですけども、新しい情報が出たら、すぐに知りたい。あるいは給付金の申請が始まったらすぐに申請してできるだけ早く給付されたい。
あるいは給付を確実に完了させたいと思っていらっしゃる方は、ぜひチャンネル登録をしていただければと思います。チャンネル登録していただくと、新しい動画が出た時にすぐにご覧になっていただけるようになります。それでは最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。